はようございます。今は朝の9時です。さっきまで1時間ぐらい YouTube 聞きながら仕事をしていて、で、ポッドキャスト撮って、後でカフェにでも行こうかなと思ってます。だいたい昼前に外出ないと結構もう学生とか帰る時間になっちゃって外歩きにくいし、ちょっと店も若干混み出すので午前中に外は出たいなっていう感じですね。今日はレッスンとかもないので、今日も YouTube 更新できるようにスケジュール立てて仕事していこうと思います。なんか最近このポッドキャストもそうだし、リリージャパニーズの普通のチャンネルの方もすごい聞きやすいとか褒めていただけて、私はっきり喋ろうと思わないとはっきり喋れなくって、なんかね眠いような声になっちゃうからちゃんと喋っていこうと思ってます。でも若干なんか今喋り方がちょっと眠い感じが出ちゃってる気がするんだけど、実際は眠いです。まだコーヒー飲んでないんで。で、今日はね、AI について話していこうかなと思ってます。AI って日常で使うこともできるし、仕事でも使えるし、AI で稼ぐっていうこともできると思うので、ちょっと私の実際に使ってるやり方とかも踏まえて、今挙げた3つの観点でね、喋っていけたらなとは思うんですけど、やっぱり AI、何の AI がおすすめですかとか、そういうふうにいろいろ聞かれたりするんだけど、結局はもう利用者が多い、そして安定してるチャット GPT が一番だとは思います。本当ね、いろんな AI あるし、何か作品を作るってなると、まだ日本語には対応していないけど、そういう AI ツール、すごいものが作れるツールがあるので、そっちをね、使ってる人もいるとは思うんだけど、日常的に使う、お仕事で使うってなったら、普通にチャット GPT を使ってればいいとは思います。私もやっぱりチャット GPT と、あとは Google の Gemini っていうのも使ってる人も多いと思うんだけど、私もその2つかな、メインには使ってます。で、日常的に使ってる人も今だいぶもう増えたんじゃないかな。2年前チャット GPT が出た時、やっぱり最初はよく分かってない人とか AI って何みたいな人多かったと思うんだけど、今はテレビでやったりとかメディアで取り上げてたりとか、雑誌とかもね、もうチャット GPT の使い方みたいな雑誌ってたくさん出てて、私毎月雑誌、どんな雑誌あるかなってオンラインで見るんだけど、チャット GPT の使い方みたいな雑誌って毎月出てて、正直チャット GPT の使い方をチャット GPT に聞けばいいだけなので、その本いらないなって私はね思ってるんだけど、買う方がいるんでしょうね。で、AI っていうのは本当に進化が早いので、毎日毎日進化するので、勉強したとしても、それを実践ですぐに使わないと、もうそれが古くなってたりとか、これはでも AI で稼ぐっていうところで見るとかな。日常で使うとか仕事で使うっていう分にはね、そんなこと考えなくていいと思うんだけど、気軽にね、AI に質問したり相談したりすればいいんじゃないかなとは思います。よく AI に依存しちゃうとか、なんか AI の情報を全部信じちゃいけないとか言うけど、それはネット上の情報は全てそうであって、でも本当にAI を使いこなすっていうのは AI が出てきたものを全てそのまま出したりとか、それを信じるんじゃなくて、その情報でいいのか、でさらにそこに人間の力を加えてよりいいものにしていく力っていうのが大事だなとは思ってて、 AI で出したものをそのままボンって得意げに出す人、画像とかあとチラシとか、文章とか含めてね、
いろいろあると思うんだけど、もう一発で AI ってわかるじゃないですか。AI の文章って鍵括弧とか、あとダッシュ、伸ばし棒ですね、そういうのを多用する傾向があるので、それが多かったりとか、あとは絵文字を見れば分かりますよね。あ、これ AI だっていう風に。それをそのまま出していいものであればそれでもいいし、私も自分のコンテンツの場合は AI に作ってもらったのもそのまんま使います。例えば今中国語で SNS もやってるんだけど、それはもうチャット GPT に作ってもらってそのまんま出してます。でもダッシュとか、あと絵文字の多用は個人的にも好きじゃないので、それは最初からね、これは使わないでくださいって言ってやったりしてます。あと AI に何か質問したりするとき、打つんじゃなくてボイスでやった方が早いのでおすすめです。で、日常だったらね、本当料理のレシピだったり、おすすめの場所だったり、あとは私も仕事のやり方とか聞くこともあるし、でネットで探すよりね、答えが分かりやすく出てきたりの質問に対してオプションをつけて回答してくれたりするからいいですよね。で、仕事で使うってなると、今多くの人使ってると思うんだけど、もともと企業で AI 使うっていうのはもうガイドラインが今もあると思うし、最初チャット GPT が出た時は会社では AI 使っちゃダメですとか、そういうふうに言う企業が多かったんだけど、今は AI 使わないともう時代についていけないし、ただ AI にね、お客さんの情報を入れるとか、会社の機密情報を入れるとか、そういうのはやっちゃいけませんよっていうガイドラインは各企業に、あるとは思います。私のいた会社にもありましたね。私は今はもうフリーなので AI は使いまくってますけど、ただやっぱり機密情報とかそういうのは入れないようにはもちろんしてます。例えば SNS の文章を作るとか提案してもらうっていう、そういうのではもう基本チャット GPT ですね。もう叩き台とか企画も全部出してもらって、そこから、よりこうしてほしいとか、ターゲットはこうしてほしいとか、そういう風に言って話し合いを重ねていいものを出してもらってます。で AI ってプロジェクトがそれぞれ作れると思うので、スレッドみたいな感じですよね。一つのスレッドにいろいろ聞くっていうよりかは、スレッドを分けてやった方がいいのかなと思います。私だったら、SNS の企画っていうプロジェクトがあったりとか、あとは中国語翻訳、英語翻訳とか、あとは結構クライアントさんのネタ出しとか、そのコンテンツの作成っていうのも AI でやったりしてるので、それぞれのクライアントさんに合ったプロジェクトも作ってます。で、さっきも言ったんだけど AI が作ったものをそのまま出す、ね、さっき文章のこと言ったけど、画像とか PDF、チラシっていうのも今 AI を日常的に触ってない人でも分かるんじゃないかな。あ、この画像 AI だって分かりますよね。独特な感じのね、それがすごく嫌悪感を抱く人もいるし、私もあれを個人的に使うだったらいいんだけど、あれで SNS の何かを作るってなると抵抗あるし嫌ですね。 AI で作るのは悪くないんだけど、もう AI じゃんみたいなものは嫌だし、でAI で稼ぐっていうね、観点から見ると、AI で稼ぐっていうのは日常的に AI 使ってる、仕事で使ってるレベルでは全然なくって、本当にすごいんですよ AI で稼いでいる人たちって。例えば AI で売るものを作る、 AI で動画を作るとかね、何か作品を作る、でそれを売るっていうので、それを仕事にしてる人たちがいます。
私はそれを仕事にはしてないんだけど、それを仕事にしてる経営者の方たちの SNS をやってたりはします。すごくAI って誰でも使えるし、誰でも使えるツールだし、やり方っていろんなところに落ちてるし、誰でもやろうと思えばできるんじゃないかと思うかもしれないんだけど、 AI を使いこなす能力だけでは AI で収益化ってできなくって、結局 AI を使いこなす、さらにそれに人間の力で売れるようにしていくっていう能力が必要で、そのために、作品を作るにしても、それってチャット GPT とかジェミニでは作品は作れないので、また別の専用の AI ツールを使うんだけど、それがもう正直開発とはまた違うんだけど、プログラミングじゃないから。でもやっぱりそれレベルでもうスキルが必要になってます。マニュアルはあるから、それ見ながらやれば基本的にはみんなできるんだけど、でセンスが必要かと言われたら、それで収益してる人はセンスは必要ないとは言ってて、しっかりマニュアル通りにやって売れてるものを見て真似してっていう風に、それって AI 以外でね、それコンテンツ販売するのってそういうやり方だと思うんだけど、だから、ちゃんとね AI と向き合ってもう何度もやり直して、本当理想通りなものって AI ってなかなか作れないじゃないですか。人間っぽい生成物、絵じゃなくてね、まるで人間みたいな生成物あると思うんだけど、あれも AI って今パッと見てわかるじゃないですか。でそれを AI と分かった上で、結局 AI の作品を売る時って AI 作品っていう風にきっちり書かないといけないから、今って SNS とか YouTube 投稿する時も AI 生成のものってね、ちゃんとそれをチェック入れるところがあるんだけど、で、AI で作るもの出すのはいいんだけどね、そこはしっかり書きましょうっていう形で、今本当に SNS とか、あとはいろんな作品を見てても、これ AI だなって分かるものもあれば、正直分からないものもあって、だからねちゃんと明記しておかなきゃいけないんだけど、でよく SNS 見てる人だと分かるかなと思うんだけど、猫の動画とかと、ちょっと前に話題になってたのは、おばあちゃん YouTuber がね、いろんなこと挑戦するみたいな、あれも AI ですよね。美女が何かやるとか、そういうのも AI なんだけど、それは AI 動画で稼ぐっていう方法ですね。 AI 動画っていうものを作って、で、AI って分かってもいいんだけど、結局再生数が上がればそれで収益が出るわけですから。で TikTok、YouTube ってね、再生数で、収益っていうのが出るから、そこを狙って AI 動画で稼ぐっていう人はやってます。でもやっぱり真似する人も多くなるから、結局本当に AI ってね、いいアイディアがあっていい作品ができて、でいきなり稼いで、でもそれは絶対続かないんですよね。最初に作るものってブルーオーシャンだから、でこの作品すごいってなって話題になって人気になって、でもね絶対それは続かないから、そうなるとまた新しいものを作ってっていう風になります。本当 AI 動画のね作り方も、私も実際やっぱりああいうの作ったことはないんだけど、作れますね。動画編集スキルはなくても作れます。マニュアルとかもあるしね。でやっぱり猫とか AI だとしても可愛い、そして最初の動画のインパクトがあれば視聴、再生数っていうのが上がるからね。そういうやり方もあったりとか、今イラストとか漫画っていうのも AI のものが結構ありますよね。あれを AI に見せないために AI 作者は結構頑張ってますし、結局もともとのスキルがある、漫画作成のスキルがある人とか、そういう人の方がやっぱ有利ですよね。でもやっぱり AI ね、ガイドラインがあって、既存の作品
を模倣してそれを取り入れて作品作る、やってる人もいるんだけど、やっぱそれはダメですね。ルール違反なので、著作権とかそういうところはちゃんとやっていかなきゃいけないし、最初それで稼げたとしても、それでアカウントとかバンされちゃったりとかっていうのは絶対にあるんで、そこはねしっかり遵守していかなきゃいけないところですよね。だから、AI っていうのはね、日常で使うっていうのはみんなそれぞれ自由に使ってもらって、で仕事で使うってなったらちゃんとルールを守りながら使って、で AI で稼ぐってなったら誰でもできるけど誰でも稼げるわけではないので、でもやってみたいなと思った人はもうやり方とかいろいろネットに落ちてるし、それ見ながらやってみるといいと思うんだけど、まずこれ AI に言えたことじゃないんだけど、それに費やす時間とあと根性がないとダメだなって思います。 AI が好きかどうか得意かどうかっていうよりかは、もうずっと AI 触って自分の作ったものを分析してっていうのを早くやっていかなきゃいけなくって、もうやっとできた、でもなんかまだ満足いかないな、もうちょっと作り直そうって、でそういうのも必要なんだけど、でもそれやっててその作品とかを出すのが遅くなるんだったら、もう一日でも早く出した方がよくって、本当にそこはね速さが勝負になってきますよね。でなんか最近上場した、最近でもないのかな、上場した AI の会社でなんか売り上げが虚偽、嘘だったっていう形で、それは AI だからっていうわけではないんだけど、私去年かな、その東京都の、創業センターみたいな支援センター、会社作る人のね支援センターっていうのがあるんだけど、そこに勉強に行った時に、でその時の勉強会のテーマが助成金だったんですね。助成金っていうのはお金を支援してくれるっていう形で、例えば、ホームページ作るとか、あとは店舗をね、店舗で経営する人もいるし、あとはイベントねに出たりとかあると思うんだけど、そのお金を、一部負担してくれるっていう形でね、そのためには会社の信頼とか、ちゃんと事業の計画書っていうのがないといけないんだけど、その時その先生が、今 AI の会社ってすごい増えてるんだけど、きっちり事業計画書とかそういうのを書かないと今は厳しいって言ってて、で SNS の会社は大丈夫って言ってたんだけど、私もSNS の会社もいっぱいあるよなと思ってたんだけど、なんかそれはね、今はまた変わってるかもしれないんだけど、やっぱりその AI で事業をするっていうのね、 AI を使って、何をどのようにするのかっていう、でちゃんとそのルールを守ってやってるのかっていうね、そういうのが大事になってきますよね。で AI で稼ぐっていう話に戻るんだけど、 AI と何かを組み合わせないと稼げないですよね。それは当然 AI と動画なのか、 AI とライティングなのか、 AI と SNS なのか、もしくは AI と何か物販用の何かを作るっていう、そういうのを組み合わせていかないといけないから、でも誰にでもできるチャンスはあるので、 AI で何かしたいなっていう人がいたらぜひやってみたらいいんじゃないかなとは思います。もうやり方はシンプルで、 AI でじゃあその作品を作って、動画だったらそれを TikTok なり YouTube なりに上げて、でもちょっとね AI のガイドラインも厳しくなってるんで、いろいろ工夫しないとね、それはねやっぱり成功してる人から話を聞くのが大事なんだけど、そういうところをしっかりやっていくっていうのと、あとは AI で何かを作ってそれを売るっていうのね、それはもう販売サイトに載せるだけでいいので、そういうやり方もあるし、やってる人もいます。副業してる人もいるし、それで事業をしてる人もいますね。私もイラストとかそういうのもともとやってたし好きだから、でもやっぱ時間がない、それをね AI だったらパーッとやってくれるっていうね、
でも、今私はそこまで手は出さないんだけど、私はやっぱ SNS の文章とかネタ出しとかそういうのをもうまずはチャット GPT に聞いちゃってるかな。でも本当にね、なんか言ってることよく分かんなかったりとか、たまにイラッとする回答来たりするけどね、なんかもう全然伝わんないって、もうこっちの聞き方が悪いんだろうけど、もう全然言ってること伝わんないなっていう。あとやっぱ毎回ね、その鍵括弧なくしてください、ダッシュはつけないで、絵文字はつけないでって、なんかしばらくすると忘れちゃうんだよね。言った後はちゃんとそこ守ってくれるんだけどね。はい、今日はちょっと AI についてペラペラ話させてもらったんだけど、なんかね、最近ね、私のこれ新しいパソコンのせいなのかな、声が曇ってるような気がするんだけど、どうなんだろう。昨日アップした YouTube も誰からもコメント来てないけど、なんか声がねはっきり聞こえないんですよね。マイクがあるんだけど、私マイク今使ってなくて、そのマイクが結構ノイズが入りやすい。でノイズキャンセルすると私の声もちょっと途切れになっちゃうっていう、せっかく買ったんだけどうまく使えてなくて、すごいライトがね虹色に光って可愛いんだけど、なかなか設定がねちょっと難しかったです。なんだろう、古い MacBook Air はそういう風に思わなかったんだけど、この PC ちょっと声が曇るなっていう風には思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしようと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。